こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。一日の日が長い夏至を迎える頃、これからは暑さとの戦いになります。目の前にあるこの水石、涼を呼ぶ夏飾りの水石の代名詞ですが、このように水を打って、そこに水たまりを見て、湖や湖水を眺めるような世界。こんなものを夏は楽しみたいものです。とても味のいいマグロ石ですが、この石はあるところで手に入れています。各地から集められた愛好家がお持ちだった石、探石家が集めた石、これを羽生に集めて広げてあります。素晴らしいものから名もなき価値もないようなものまでありますが、そのような中にこのようにきちんと水盤に据えれば立派な水石飾りになるものが眠り続けています。今日はそこの石をいくつか使って水石を据えてみる、景色をそこに発見してみる、そんなことを皆さんと楽しんでみたいと思います。お楽しみください。ここは私ども羽生築堤の第3培養場、約3000坪の盆栽の培養場があります。その入り口の場所にこの石の群が干してあります。北は北海道カムイコタンや日高石、南は九州の千仏石や熊川石まで、ありとあらゆる種類の石が今ここにあります。今日はこの中から何点かを拾い出して、何気ない石が素晴らしい景色の水盤飾りとなるまでをお伝えします。何点か選んでみましょう。何気なく見えるここに置いてある石の中から15点を選んでみました。それぞれに個性、そして何よりも探石という川から人が拾い上げて数十年の時間が経っている、ここがとても大切です。石に枯乾、つまり石が古くなっていくんです。この石も人が川から拾い上げて10年、20年、30年、50年経っているかもしれません。その味わいをこれから水盤に入れてご披露しましょう。先ほど取り上げた石の中からまず一つ目をご覧に入れます。京都の貴船石、やや紫色を帯びたこの石には石英質の白い筋があります。俗に言う滝石という姿の基本形なんですが、とてもいい石です。ふんどしといって裏側に抜けるのではなく、ちゃんと前を上から細く外へ広がるようになっています。ただ残念なことに下まで水が届いていません。これを水盤使いによってその景色を出したいと思います。本当は水を打って水にきちんと水石を浸してやるのですが、皆さんにいろいろ見せたいのでカラー砂、つまり乾いた砂でのいろいろな形をご覧に入れます。まず普通のオーソドックスな水盤の大きさで言えばこういう感じになるんですが、見てください。これではしぶきが途中で止まってしまいます。このような時にはやや深めの水盤で、それでいてすっきりしたもの。これは150年前の中国のものですが、これだけの深さがある。あまり深すぎてもいけませんが、そうしますとこういう石がしっかりと入っていきます。このような形になるとしぶきがちゃんと
滝壺へ落ちていくような御山の景色がこんな小さな中にも出てくるわけです。簡単に仮水をかけてみましょう。どうでしょう皆さん。先ほどまで外に転げられていた石が水を打って据え付けて滝らしい景色が出るところ、盆栽と同じですね。見せたいところを強調して見づらいところを上手にしまってあげる。立派な滝石としてどこの水石店にも飾れる姿がここにあります。楽しみ方ですね。これは全く加工していない天然の貴船石です。もう川から上げてこの古さは半世紀を超えていると思います。加工もしていないことは嬉しいものですが、天然のものというのはどこか直さなきゃなんないところがあります。この石で言いますと、ポンと置いた時に右が跳ね上がってしまいます。これをきれいな裾を引く山形に、それも水石の据え付けの仕方です。厚すぎない適度な深さ。その適度な深さと砂の据え付けによって石が落ち着く形に据えることができます。いかがでしょうか。見事な山形石、盆山石というような世界が描き出されています。しかもこうして水を打つとわかるのですが、何十年も干し込まれた石は水がしっとりと乗るようになります。これが川から拾ったばっかりですと、かけた瞬間に白くなってしまいます。古観の味わいというのは、この水が引いていく石肌の姿を楽しむところにも水石両味の良さがあるわけです。白い雪のような石質をはらんだこの石は静岡県の安倍川石ですね。これは昔水石家が探石をしてご覧ください。機械でそこを切ろうとしたやつですね。散りばめたような雪の景色もありますが、残雪なのか何なのか分かりづらいです。ただしこちらから見るとあれと思う景色があります。据えてみましょう。この据える水盤は幻ののんべえというものを写した信楽のんべえ、とても今では貴重な水盤です。後ろに雪山を抱き、前山とのコントラストを出す。角度を考えて前の山を少し小さくして後ろの雪山を気高く見せる。そのような据え付けの技も大切なところになります。しかもこういう切り石で大事なところは以前の水石のわびチャンネルでもお伝えしましたが、あれ切ってるのかな、もしかすると天然の石が入ってるのかなという微妙な据え付けのバランスが大切なんですよね。切ったように見せない、それも水石の据え付けの楽しみです。暑い季節だからこそ向こうに仰ぐ雪山の色は嬉しいものです。前山との距離のコントラスト、そういうものも楽しみたいもんですね。新しく棚場というか水石を干しているところから上げるときに気をつけることがあります。本来水石は心の中に浮かぶ景色です。そこに置いてある石は古さは大事ですが汚れはよくありません。この石のように細かい溝をあるもの、これは本来は一回水圧で
噴射をさせて少し汚れを取ってそれから飾ることが大切です。今はとてもいい道具がありますのでご覧に入れましょう。削られた石の溝の間に砂やほこりがたまる場合があります。そのようなところをきれいに取ってあげること、それもとても大切な初めの仕事です。このような場所、特に気をつけて小砂利や泥を取りたいと思います。今、水圧で石の本来の肌を出した石です。石の母岩、削られた石英のところ、細かいところにあった塵やアクタをきれいに取りました。横に置いてあった石、ただし、この石は面白い景色があります。ご覧になっていてください。いかがでしょう。よく深山渓谷の断崖の中を流れる川があります。その両側の崖には滝が何条にも分かれて起きていく景色をご覧になったことありますでしょうか。下には山から切り出した材木を運ぶいかだ流しが流れます。日本の北の方ですと北上川の方の大渓谷などにも見られる景色ですが、真夏の飾りとしても景色としてもとても嬉しいものです。石を立たせてぐっと沈めるとき、これぐらいの深さは欲しいものです。もちろん上の石の高さがあるからこの深さがいきます。変に飾りがないシンプルならばシンプルなほど石は生えてくれます。見事な渓谷の一条滝の景色ですね。先ほどの見事な大渓谷の滝ほどではありませんが、この何気ない岩の塊のような紫貴船、それでも流れるような滝姿があります。残念ながらそのままで据えれば斜めになってしまいます。こう据えたい。それにはそれに合わせた深さ。実はこれは水盤ではなくて鉢です。穴をガムテープで塞いでこの石を飾るためにちょっと用意してみました。どうでしょう。母岩の深い紫と黒を帯びた貴船ならではの石質、そこに渓谷を何段にも流れる水の姿、まして夏飾りのこの色の水盤、こんな小さなもので何気ないものが大自然を作り上げてくれます。これも楽しみです。ご覧の通りに伸びやかな山姿、
そこは愛好家の手によって探石の後に切り取られています。姫川というすだちをはらんだややよもぎ色を帯びたこの石は見事な山景色を描いています。こういうものはとても据えやすいですが、前言ったように切ってあるということを感じさせない、しかもその流れに合わせたバランスっていうんでしょうかね、位置感覚、これがとても大切です。軽く据えるだけで石が浮かないようにすることで、ずっと下に切っていない産の石が入っているように見える。その感覚が大切ですね。ですからこれ以上浅いものに入れても入るんですが、ある程度の深さで石が下までしっかり入っている感じを出してあげることが石の格を高めます。王道の遠山石の飾り、おぼろに見える山稜、山のこの線の稜線の姿、いいもんですね。しかもややすだちをはらんでいるので石質に水が染み込む感じ、これがまさにこの純質な夏景色の空気を思わせてくれます。立派な水石として明日にでも水石店に飾れる状態、飾ってあげるたんびに新しい発見になります。山形や滝とは違う姿があります。険しい断崖や渓谷を思わせるこの石、この厳しさを持つ石は佐治川という鳥取県の石です。そこは切ってあるように見えて何も触っていません。ほんとそげた感じです。この厳しさの硬さがある石、こういうものはこのように銅板の方のが似合う時があります。いかがでしょう。霞立つ深山の厳しい断崖にも見えるし、見方によれば海の岬に出た荒波を受ける岩頭のようにも見えます。水盤飾りの真骨頂の一つといえるこの厳しさも面白いものです。さて最後の一つ、なんか扁平な石ですが、よく見るとここに一条の滝の姿があります。これを生かして飾ってみましょう。先ほどと同じように下のしぶきが止まっています。これをなんとか埋め込んで、石の欠けてる足らないところも埋め込んで、いかがでしょうか。黒いこの母岩の石のところ、まるで墨絵の中に白く一条の線が滝姿と流れる。山を分け入って分け入って、どこかに水音が聞こえる。眺めれば谷の向こうに白く一条の滝が流れている。そんな景色がこの石に感じないでしょうか。丸みを帯びた姿がなおさら市場の中にある世界観を描き出しているように気がします。こんなどこか市場を感じる石、
一つ掛け軸と飾ってちゃんとした飾りをしてみましょう。安倍川の巣立ちをはらんだ顕病からなる御山の滝石の姿、150年前の白高知の水盤に合わせて、掛け軸にはその下の清流から飛び立つ石霊一羽、夏飾りの涼を楽しむように陰性の詩人が酒を汲みながら滝を眺める。先ほどまでただ野に寝そべっていた石が水盤をしつらえ、見立ての飾りをして、このように夏飾りの立派な石になりました。石の見立ては無限です。そこにさまざまな道具を与えることで、その人が歩いた世界、それが見事に表現される。これも水石飾りの楽しみの醍醐味と言えるでしょう。いかがだったでしょうか。夏の水盤水石飾りの楽しみ、まだまだいろんな石が何百何千と羽生にあります。季節を楽しむ、石一つに心を寄せる、こんな豊かさを皆さんにお伝えできればと思います。過去の水石の飾りなどもアーカイブスでお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。